立派なウニですね。はい、北海道もしくは日本の近海で採れたウニです。皆さんわかりますか？一番左がバフンウニ、その隣が紫ウニ、そして2つの隣がバフンウニなんですが、メスです。左がオスです。はい、こちらバフンウニ、そしてお隣が紫ウニです。両方ともすごく甘いですよ。美味しいです。で見てわかるように、バフンウニが少しやっぱ小さいですね。紫ウニに比べますと。両方とも甘くて美味しいですよ。で、こちらメス。バフンウニのメスなんですが、こちらも甘いですよ。で、甘くて柔らかくてスッと入ってくる感じですね。すぐ口の中で溶けます。メスの方はどっちかというと。で、オスの方が甘くてクリーミーですね。ちょっと噛んで、しばらく舌の上にコクが残るような感じになりますね。はい、オスとメス並べてみました。はい、バフンウニ、オスメスですけど、市場で行ったり、魚屋ですと、えー赤がメスのウニになりますね。そして黄色と言われればオスになりますね。そういう呼び方もあります。はい、このように赤にもオスが入ってたりするんですけども、基本的に赤といえばメスになりますね。はい、この中ではどのウニが一番高いでしょうか？はい、答えは2番目の紫ウニですね。オスが盛られています。甘くてクリーミーです。磯の香りがすごくしますよ。大きさもしっかりしておりますね。そして2番目に高いのが、この左側のバフンウニのオスです。こちらも甘くてクリーミーで、口の中に残る感じですね。はい。この中ではメスですね。メスが一番安いんですが、このように黒い傷があったりするもの、もしくは色が揃っていないもの、そういったウニが安めに買えることができますけど、それでもやはりバフンウニ美味しいですよ。すごく甘いです。で、このようにオスメスのウニですけれども、オスの方が好きだという方もいらっしゃいますし、メスの方が好きだという方もいらっしゃいますね。メスは甘くてスーッと口に入ってくる、すぐ溶けるって感じですね。メスの方は甘くてクリーミー、脂肪が多いって感じですね。後味、余韻が残るって感じですね。このバフンウニ、赤い方がメスの方が赤、そして白っぽいこちらが黄色というふうに呼ぶ時があるんですが、両方とも大体同じぐらいの値段ですね。日によっては赤の方が高い時もありますし、日によってはオスの方が高い時もありますね。バフンウニと紫ウニなんですが、バフンウニが馬の糞という意味ですので、それを嫌って赤ウニというふうに呼ぶ方もいますね。そして白ウニといえば紫ウニですね。赤、白というふうに分けているところもありますね。こちらにはないんですが、赤ウニ、バフンウニのことも言いますけれども、本当に漁獲量が少ない南の方で取れる幻のウニ、赤ウニとは違いますから混同しないでください。はい、こちらがチリから来た紫ウニですね。オスとメスです。磯の香りが強くてウニっぽいですね。甘みは若干薄いですが、なかなかいい味です。回転寿司なんかでよく見かけるウニですね。最近は円安の影響で日本への輸出が急激に減ってます。その代わり中国、韓国、東南アジア、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアなどなどの国々にたくさん輸出されるようになりました。はい、こちらがアメリカ・カリフォルニアのウニですね。紫ウニです。磯の香り、ウニの香り、強いですよ。この中でしたら白っぽいのが美味しいですね。クリーミーで甘いです。そして赤い方はちょっと酸味がありますね。こちら左3つがバフンウニ、右3つが紫ウニですね。はい、こちらが大極上のバフンウニです。甘くて色が揃ってますね。お値段も同じようなものの2、3倍しますよ。はい、こちらもバフンウニ、今の大極上の半分のお値段で仕入れました。甘くてクリーミーでコクがありますよ。はい、こちらは別ブランドのバフンウニですね。甘くてクリーミーでコクがありますよ。ウニの並べ方でも値段が違ってくるんですよね。こちらが並びというウニですね。こちらがバラというウニですね。並びは少し時間がかかるんですね。作るときに。色も揃ってて形も揃ってますね。お値段は1、2割高いです。バラは並びに比べて1、2割安いです。並びの方が握りや軍艦にした時に扱いやすいですが、同じところから取れて同じような味ですから、バラを選んでお寿司を提供されているお店も多いですよ。はい、こちら左2つが添加物あり、明板ですね。明板処理。そしてその隣が無添加のウニですね。傷みが早いです。水が少し出ます。明板の味がしないで、もうウニそのままの味がします。海水から取って剥いたばっかりの味がしますね。
しかしながら、どれも美味しいウニですよ。甘くてコクがあってクリーミーです。はい、こちらチリ産のウニ。日本や日本近海のウニよりも半分だとか5分の1ぐらいの値段までで買えますから、価格は魅力ですね。ウニっぽいです。磯の香りもすごくします。甘み、コクも程よくありますね。はい、こちらはですね、塩水ウニと言います。無添加ですね。明晩使ってません。塩水ですから塩水で保存しているんですけれども、これがですね、水を切って食べてもいいですし、真水で洗ったらもっとね、甘くなるんですよ。不思議ですね。真水で洗って、水を切って食べると、すごく甘いですよ。ウニを剥いて取り出してそのまま食べたような味がします。美味しいですよ。真水で洗った場合の注意点なんですけども、余った場合は塩水にまたつけた方がいいですね。新しい塩水を作った方がいいですね。そしてまた戻すと。型崩れがしづらくなりますね。はい、海の中の紫ウニですね。トゲが長いです。左がバフンウニ、右が紫ウニです。はい、皆さんわかりますか？この中でしたらば、この赤っぽいのが甘いですね。そして黄色っぽいものが2番目に甘いです。そして一番右がですね、酸っぱくて甘みがないですね。はい、こちらでしたら両方とも甘いですね。左は甘くてクリーミーです。右が甘くてスッと入ってくる感じです。口の中でとろけますよ。でこちら紫ウニ。紫ウニというだけあって紫ですね。はい、こちらがバフンウニ。トゲがすごく短いですね。はい、こちらウニのトゲが取れたもの、もしくは取ったものですね。穴が開いたところが口とお尻になります。一つのウニから5粒しか取れないですね、ウニは。貴重です。はい、こちらもウニの仲間です。ヒトデです。食べられません。こちらもウニの仲間です。食べられません。砂浜に出てきたものですね。裏面に口とお尻がついています。ウニが5粒。ヒトデも5つの足。こちらも5つの模様ですね。はい、こちらが練りウニ。塩ウニといって、ウニを塩漬けにしたものですね。それを形がないもの、崩れたものなんかは練りウニになりますね。安く食べられます。しかし、塩分とアルコールが入ってますね。でこのウニの量が、含有量が多い方が高くなります。含有量が少ない方が、安くなりますね。ウニの代わりにアルコール入ってますから、アルコールの量が少ないものが高い。多い方が安くなりますね。大人の方であれば、このままご飯の上にかけて食べてもいいですし、お茶漬けなんかでもいいですね。お子様のいる場合は、こちら鍋のスープに入れたりとか、で、アルコール飛ばすんですけどね。例えば、ウニの茶碗蒸しだとか、これも火で飛ばしますね。ウニチャーハンだとか、ウニパスタだとか、ウニうどんだとか、ウニのおじやだとか、いろんなのに使いますね。はい、練るウニ、このような感じになりますね。ペースト状になってます。はい、こちらはカナダから来た紫ウニですね。甘くてクリーミーで美味しいですよ。キャナダの紫ウニ、オスですね。オスですから、後からこの白い液体が、中から出てくるときがありますね。オスの証です。こちら、バフンウニの軍艦ですね。アメリカ・カリフォルニア産の紫ウニですね。美味しいですよ。はい、こちらがバフンウニですね。はい、そしてこちらが紫ウニの並びというのですね。向きが一緒ですので扱いやすいですね。はい、こちら、両端が紫ウニ、真ん中がバフンウニになります。はい、こちら、ハマチの握りの上にバフンウニとイクラを乗せたものです。で、こちらが紫ウニの握りですね。はい、こちらは殻付きの紫ウニの刺身です。こちらは紫ウニの茶碗蒸しですね。こちらがアワビの殻に盛ったバフンウニですね。こちらが塩水の紫ウニです。こちらがバフンウニの塩ウニですね。美味しいですよ。塩ウニですが、粒が残ってますので、粒ウニという時もありますね。こちらが紫ウニの並びを使った握りですね。はい、では今回の動画はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。